今回の動画では、前回に引き続き、ネジのモデリングの応用としてミニボトルの作成を行います。今回はボトル本体のネジ部分の形状を作成しますが、内容的には、前々回の動画の内容と重複する部分が多いので、適宜飛ばしてみていただいてもいいかと思います。参考のため、概要欄にタイムスタンプを掲載しておりますので、ご覧ください。それでは、始めます。これまで作成した形状は、一旦見えなくしておきます。プリミティブを作成します。螺旋を作成します。ピッチと高さはネジのピッチに合わせます。今回は両方とも 2mm、半径はネジの半径にします。ここでは 8.5mm とします。作成キーを押し、閉じます。スケッチを作成します。方向は XZ 平面とします。外部ジオメトリの作成をします。螺旋の視点からポリラインで二等辺三角形を作図します。三角形の底辺に垂直高速を設定します。頂点を挟む辺に等値高速を設定します。2辺を選択して E キー。底辺の長さは作成するネジのピッチに合わせます。底辺を選択し D キー。長さ 2mm とします。ネジ山の深さを設定します。2点を選択し水平距離高速を設定します。L キー。ここでは 1mm とします。閉じます。スイープ。先ほどスケッチした三角形の形状を選択。スイープ経路をクリック。経路として螺旋のラインをクリックします。終了し、ソリッド作成、フレネはチェックありとします。OK。ちょうど1回転した螺旋形状が作図されます。一旦形状は見えなくしておきます。次に再び、プリミティブの作成をします。円を作成します。半径は、先ほどの螺旋形状の半径より大きい数字に、ここでは 15mm とします。作成して閉じます。シェイプビルダーをクリックします。エッジから面へを選択し、右側画面で円形状をクリックします。作成をクリックすると、円形状の平面が作成されます。次に先ほど見えなくしていたスイープを再表示します。円は見えなくします。円平面とスイープ形状の順に複数のプロファイルを選択します。パートメニューからスプリット、スライス分割を選択します。分割された一番外側の形状を選択し、スペースキーで見えなくします。同様に、次の外側の形状も見えなくします。最後にネジを輪切りにした断面の形状が残ります。次に、再度プリミティブの作成を行います。螺旋形状を作成します。ピッチはネジ山のピッチと同じ 2mm。高さは作成したいネジの長さ、今回は 10mm とします。半径はネジの半径で 8.5mm。作成し閉じます。ドラフトワークベンチに切り替えます。エクスプローデッドスライスの矢印をクリックして展開し、スライス2を選択し、クローンを作成します。コピー元の円形状は見えなくし、クローンプロファイルを
選択します。ダウングレードし、平面形状からワイヤー形状に変換します。パートワークベンチへ戻ります。これで準備完了です。最後にスイープを実行します。ワイヤーを選択、スイープ経路に螺旋形状を選択します。終了をクリック。ソリッド作成、フレネオプションはチェックします。OK でネジ形状が作成されました。エクスプローデッドスライスは見えなくしておきます。スイープ001の矢印をクリックし、ワイヤーと螺旋の形状は見えなくしておきます。スイープ001をクリックし、データタブのプレイスメント、位置を展開し、Z に 67mm と入力して、所定の位置に移動させます。シックネスとリボルブを再表示させます。ビュー画面で、ネジ部の上の面をクリックします。スケッチを作成します。アタッチ方法は平面で、OK をクリックします。中心指定の円を作成します。円をクリックし、D キーで直径 12mm とします。閉じます。押し出しをクリックし、長さは逆方向で 15mm とします。OK。スイープ、エクストルードコントロールキーを押しながら順に選択し、切り取りします。これでボトル本体の形状が作成できましたので、コントロールキーを押しながら3つの形状をクリックして、結合をクリックします。そして、最後に容器の底の面のエッジを、コントロールキーを押しながら選択し、フィレットをクリックし、半径は 1mm で OK とします。最後にフィレットプロファイルの上で右クリックして、名前の変更を選択して、本体と名前を変更しておきます。これでミニボトルその2の動画は終了です。引き続きその3をご覧ください。